解説。1994年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1994年ってどんな年だったか覚えてる？おう、1994年はいろいろあったぜ。例えば、日本では関西国際空港が開港したり、リレハンメルオリンピックが開催されたりしたな。へえ、そんなことがあったんだ。でも、今日は映画の話をするんだよね？そうだぜ。1994年は映画界にとってもすごい年だったんだ。ハリウッドも日本も名作ラッシュだったからな。名作ラッシュって、例えばどんな映画があったの？スピードみたいな手に汗握るアクション映画、パルプフィクションみたいな独特なストーリーの作品、それからスタジオジブリの平成たぬき合戦ポンポコなんかもこの年に公開されたぜ。わあ、どれも有名な作品ばかりだね。こうして聞くと、1994年って映画史に残る年だったんだね。まさにそうなんだぜ。この年の映画は、今でも語り継がれている名作ばかりだ。じゃあ今回は、その1994年に日本で公開された映画の中から、特に人気のあった作品をランキング形式で紹介するんだね。その通りだぜ。今回は1994年日本公開映画ベスト10を10位から1位まで順番に見ていくぜ。第10位。ピアノ、レッスン。これは1993年に制作された映画で、1994年に日本で公開された作品だな。監督はジェーン・カンピオン。彼女はこの作品でカンヌ国際映画祭のパルムドールを受賞したぜ。すごい。女性監督がパルムドールを受賞するのって珍しいの？当時は初めてだったぜ。今でこそ女性監督の活躍が増えてきたけど、90年代ではかなり画期的だったんだ。へえ、じゃあストーリーはどんな感じなの？物語は19世紀のニュージーランドを舞台に、主人公のエイダという女性が、娘と共に政略結婚のために移住するところから始まる。彼女は幼い頃から話すことができないけど、ピアノを通じて感情を表現するんだ。話せないのにピアノで表現するの？そうなんだ。彼女にとってピアノは単なる楽器じゃなくて、言葉の代わりなんだぜ。でも、結婚相手の男性がそのピアノを勝手に売ってしまって、そこから物語が大きく動き出すんだ。ひどい。ピアノはエイダにとってすごく大事なものだったんでしょ？その通りだぜ。エイダはなんとかピアノを取り戻そうとするんだけど、その過程で売却先の男、ベインズとの奇妙な関係が始まるんだ。彼は最初はピアノを取り戻したければレッスンに来いと言うんだけど、次第にその関係が深まっていくんだぜ。なんだか切なくてドラマチックな展開だね。でも、結局どうなるの？詳しくはネタバレになるから言えないけど、エイダが人生をどう選択するのかがすごく印象的な作品なんだ。映像も音楽も美しくて、見終わった後に深く考えさせられるぜ。なるほどね。ピアノを通じて心の交流を描いた映画なんだね。そうだな。主演のホリー・ハンターはこの作品でアカデミー賞主演女優賞を受賞してるし、アンナ・パキンも10歳で助演女優賞を受賞してるんだぜ。10歳で、そんな若さでアカデミー賞を取るなんてすごい。そうなんだぜ。だから演技のクオリティもすごく高いし、作品の芸術性も抜群だ。歴史に残る名作ってわけだな。第9位。47人の資格。この映画は、市川崑が監督を務め、主演は高倉健だ。忠臣蔵を題材にしつつ、これまでの作品とは一味違った視点で描かれているんだ。へえ、忠臣蔵って聞いたことあるけど、具体的にどんな話だったっけ？簡単に言うと、江戸時代の事件で、赤穂藩の藩主浅野匠の神が江戸城で吉良上野介に人情沙汰を起こしてしまい、即日切腹させられるんだ。その後、家臣たちが主君の仇を討つために1年以上の時間をかけて計画を練り、最終的に吉良屋敷へ討ち入りするという話だな。そうか、それが忠臣蔵の有名な討ち入り事件なんだね。でも、この映画は普通の忠臣蔵とは違うの？そうなんだぜ。従来の忠臣蔵は美談として描かれることが多いんだけど、47人の刺客は、よりリアルで戦略的な視点を重視しているんだ。戦略的？どういうこと？例えば、
大石内蔵助がただの忠義の師じゃなくて、冷静に状況を分析しながら復讐を計画する知略家として描かれているんだ。さらに、キラ側もただの悪役じゃなくて、討ち入りに備えて対策を練るんだぜ。なるほど。じゃあ単なる完全懲悪の話じゃなくて、もっとリアルな駆け引きがあるってこと？そういうことだな。実際に討ち入りが成功するまでの間、大石はキラの動きを探りつつ、家臣たちを統率しながら気を伺うんだ。討ち入りそのものも、一夜で終わる華やかな戦いというより、緻密な作戦の末に遂行されるリアルな戦闘として描かれているんだぜ。確かに、それは今までの忠臣蔵のイメージとちょっと違うね。でも、高倉健さんが大石内蔵助を演じるって、どんな雰囲気なの？渋くて寡黙、でも芯が通った男って感じだな。決して感情的にならず、静かに復讐の機会を待つ姿が印象的なんだぜ。かっこいい。他にもどんなキャストが出てるの？吉良上野之助を演じたのは西村光。それから中井貴一や宮沢りえも出演してるんだぜ。実力派が揃った豪華なキャスティングだ。それは見応えありそう。従来の忠臣蔵とは違った視点で描かれてるなら、新しい発見もありそうだね。第8位、ペリカン文書。ペリカン文書は、1994年に日本で公開されたサスペンス映画だぜ。監督はアラン・ジェイ・パクラ。主演はジュリア・ロバーツとデンゼル・ワシントンだな。へえ、どんなストーリーなの？物語はアメリカで最高裁判事が2人、相次いで暗殺されるところから始まるんだ。政府も FBI も捜査に乗り出すけど、なかなか犯人がわからない。そんな中、ジュリア・ロバーツ演じる法学生ダービー賞が、独自に調査を進めて、ペリカン文書と呼ばれるレポートを作成するんだ。ペリカン文書って何？それが、この映画の一番のポイントなんだぜ。ダービーは、暗殺された判事たちの過去の判決を調べて、ある大企業と政府の陰謀が関係していることを突き止めるんだ。そしてその仮説をまとめたレポートが、ペリカン文書と呼ばれるんだ。なるほど。でも、そんな危険なことを調べたら、ダービー自身も危険な目に遭いそう。まさにその通りだぜ。そのレポートが流出した途端、彼女の身の回りで怪しいことが次々と起こる。彼女の恋人も殺され、次第に命を狙われるようになるんだ。うわ、怖い。そんな中、どうやって生き延びるの？そこで登場するのがデンゼル・ワシントン演じる新聞記者のグレイ・グランサムだ。彼はダービーの話を信じて、真相を暴くために協力することになるんだ。記者と学生が巨大な陰謀に立ち向かうのか。映画としてすごく緊迫感がありそう。そうなんだぜ。政府の上層部まで関わる巨大なスキャンダルに挑む二人の姿は、手に汗握る展開ばかりだ。逃げるシーンも多くて、まるでスパイ映画のようなスリルがあるんだ。アクションもありつつ、頭を使うサスペンスって感じだね。そういえば、原作があるって聞いたことあるけど？よく知ってるな。この映画はジョン・グリシャムの同名小説が原作なんだ。彼の作品は法廷サスペンスが多くて、法律をテーマにしながらもエンタメとして楽しめるものが多いんだぜ。なるほどね。原作も面白そうだけど、映画なら2時間でスリル満点の展開が味わえるわけだ。そういうことだな。巨大な陰謀に巻き込まれた一般人がどう生き抜くか、最後まで目が離せない展開になってるぜ。第7位、クール、ランニング。クールランニングは実話を元にしていて、ジャマイカのボブスレーチームが冬季オリンピックに挑戦する話なんだ。ジャマイカって南国でしょ？雪が降らない国なのに、どうしてボブスレーに挑戦するの？そこがこの映画の面白いところなんだぜ。もともと主人公のデリースたちは陸上の短距離走者だったんだ。でも、オリンピック代表選考会でアクシデントが起こって、選考から落ちてしまう。それでもオリンピックを諦めたくなかった彼らは、ボブスレーでの出場を目指すことにするんだ。そんな無茶な。ボブスレーって氷の上を滑るスポーツでしょ？ジャマイカにボブスレーの設備なんてないんじゃ。まさにその通り。彼らには経験もなければ、まともな練習環境もない。それでも、元アメリカ代表だったコーチの助けを借りて、オリンピック出場を目指すんだ。それってめちゃくちゃハードル高くない？どうやって練習するの？
最初はボブスレー用のソリもなくて、ただの木製カートで練習してたんだぜ。それにジャマイカは暑いから、本番の氷のコースと全然違う環境で練習しなきゃならなかった。でも彼らは諦めず、必死に努力を続けていくんだ。それってめちゃくちゃ感動的じゃない？でも、周りの反応はどうだったの？最初は誰も本気で相手にしてくれなかった。南国のジャマイカがボブスレー？冗談だろ？って感じで、他のチームやメディアからも笑い物にされるんだ。でも、彼らはそんな周囲の冷たい視線に負けずに努力を重ねていくんだぜ。逆境を跳ね返していく感じがいいね。で、実際にオリンピックに出場できたの？ああ、1988年のカルガリー冬季オリンピックにジャマイカ代表として出場するんだぜ。実際のレースでは最後の試技でソリが横転してしまうんだけど、それでも彼らはソリを担いでゴールまで歩いていく。その姿に、最初は笑っていた観客たちも次第に感動し、最後には大歓声が送られるんだ。うわぁ、それは泣ける話だね。努力を続ける姿勢が、みんなの心を動かしたんだね。そうなんだぜ。最初は馬鹿にされていた彼らが、最後にはオリンピックの舞台で誰よりも熱い戦いを見せたっていうのが、この映画の一番の魅力なんだ。スポーツ映画って、ただ勝つことが全てじゃないんだね。大切なのは、どれだけ本気で挑んだかってことか。その通りだぜ。クールランニングはスポーツの本当の価値、努力することの大切さ、そして諦めない心を描いた名作だ。第6位、カリートの道。これはクライムドラマ映画だぜ。監督はブライアン・デ・パルマ、主演はアルパチーノだ。アルパチーノって、ゴッドファーザーの人だよね？またギャング映画なの？そうなんだぜ。でも、ゴッドファーザーとはちょっと違うんだ。この映画では、裏社会から足を洗おうとする男の葛藤が描かれてるんだよ。じゃあ単なるマフィア映画ってわけじゃなさそうだね。どんなストーリーなの？主人公はカリート・ブリガンテ。彼は元ドラッグディーラーで、30年の刑を受けて服役してたんだけど、弁護士の助けで5年で出所することになるんだ。おお、それはラッキーだったね。出所したなら、もう普通の生活に戻れるの？いや、それが簡単じゃないんだ。カリートはもう裏社会とは関わらず、恋人と一緒にフロリダで平穏に暮らしたいと思ってるんだけど、昔の仲間や悪い連中がそれを許してくれないんだよ。なるほどね。犯罪の世界って、一度足を踏み入れると簡単には抜け出せないんだ。その通りだぜ。カリートは金を貯めて新しい人生を始めようとするけど、周囲の状況がそれをどんどん難しくしていくんだ。特に問題なのが、彼の弁護士クラインフェルド。こいつがとんでもないトラブルメーカーなんだよ。弁護士なのにトラブルメーカー？どういうこと？クラインフェルドはヤクザ者とつるんでいて、ある日、マフィアのボスを刑務所から脱出させる計画を立てるんだ。でも、計画が失敗して、結局ヤバい連中に狙われることになる。うわぁ、それに巻き込まれたら大変じゃん。その通り、カリートは関わりたくないのに、結局クラインフェルドのせいで命を狙われる羽目になるんだ。しかも、若手のギャングたちもカリートの地位を奪おうとしてるし、どこへ行っても危険がつきまとうんだぜ。じゃあカリートはどうするの？必死に逃げようとするんだぜ。最後の大勝負は、グランドセントラル駅での逃走劇だ。追っ手を振り切って、恋人の待つ列車に乗ろうとするんだけど、まさか、逃げ切れないの？そこはネタバレになるから言えないけど、切なくも美しいラストになってるんだ。まさに運命からは逃げられないっていうテーマを象徴する結末だぜ。うわぁ、めっちゃ気になる。ただのギャング映画じゃなくて、人生の選択とか、運命とかが描かれてる感じだね。そうなんだ。アルパチーノの渋い演技、ブライアン・デ・パルマの緊張感あふれる演出、そして哀愁漂うストーリーが組み合わさった名作だぜ。第5位、シンドラーのリスト。監督はスティーブン・スピルバーグで、主演はリアム・ニーソンだ。スピルバーグって、ジュラシック・パークとか E.T. を撮った人だよね？ファンタジー系のイメージがあるけど、この映画もそうなの？いや、この映画は全然違うぜ。第二次世界大戦中の実話を元にした歴史映画で、ホロコーストの悲劇を描いているんだ。
戦争映画なの？そうなんだ。でも、ただの戦争映画じゃなくて、ナチス占領下のポーランドで、1200人以上のユダヤ人を救ったドイツ人実業家、オスカー・シンドラーの物語なんだぜ。ナチスの時代にドイツ人がユダヤ人を助けるって、そんなことが実際にあったの？あったんだぜ。オスカー・シンドラーはもともと金儲けが目的で、戦争中に武器や食料を作る工場を経営してたんだ。でも、彼はある日、ユダヤ人たちが強制収容所に送られるのを目の当たりにして、自分が助けられる限りの人々を守ろうと決意するんだ。それって、めちゃくちゃ危険じゃない？そうだぜ。ナチスの監視のもと、工場の労働者としてユダヤ人を雇い、彼らが収容所に送られないようにリストを作成する。これが、シンドラーのリストなんだ。うわ。それってバレたら即アウトじゃん。なんでそんな危ないことをしたの？最初は純粋なビジネスだったんだけど、次第に彼はユダヤ人たちの悲惨な状況を知り、彼らを助けることを優先するようになるんだ。工場では実際には武器を作らず、不良品ばかりを生産してナチスに供給することで、戦争の被害を抑えようとさえしたんだぜ。すごすぎる。でも、ナチスはそれに気づかなかったの？実はギリギリのところでバレそうになったこともあった。でも、シンドラーは巧みな話術と賄賂を使って、なんとか疑いを交わし続けたんだ。命がけの駆け引きだね。でも、戦争が終わった後、シンドラーはどうなったの？戦争が終わると、シンドラーはユダヤ人の労働者たちに見送られながら逃亡することになる。彼はナチスの党員だったから、連合軍に捕まれば処刑される可能性があったんだ。でも、助けたユダヤ人たちが彼の功績を証明してくれて、なんとか生き延びることができたんだぜ。よかった。でも、彼はその後どうなったの？戦後は事業に失敗して、一時的に貧しい生活を送ることもあったらしい。でも、助けたユダヤ人たちは彼を決して忘れなかった。1960年代にはイスラエル政府から諸国民の中の正義の人として認定されて、名誉市民権を与えられたんだ。すごい。本当に歴史に残る偉業だね。この映画は、そんなシンドラーの勇気と人間性を描いているんだ。全編モノクロ映像で作られていて、リアルな戦争の恐怖と、そこに生まれたわずかな希望を映し出しているぜ。モノクロって、ちょっと珍しいよね。そこがまたこの映画のすごいところだな。ほぼモノクロなんだけど、一人の少女の赤いコートだけがカラーで映るシーンがあるんだ。それってどういう意味なの？それが、この映画の最も象徴的な演出の一つなんだ。その少女は、ユダヤ人の虐殺が行われる中で、唯一目立つ存在として描かれている。後にシンドラーは彼女の遺体を見つけ、それが彼の心を大きく動かすきっかけになるんだぜ。そんな、悲しすぎる。でも、だからこそこの映画は世界中で高く評価されたんだ。アカデミー賞では作品賞を含む7部門を受賞したし、今でも歴史映画の最高傑作の一つとして語り継がれてるぜ。第4位、トゥルーライズ。トゥルーライズはアクション映画で、監督はジェームズ・キャメロン、主演はアーノルド・シュワルツェネッガーだ。ターミネーターのコンビじゃん。これは期待できそう。まさにそうなんだぜ。キャメロン監督とシュワちゃんが組んでるから、アクションもスケールも桁違いだ。この映画は、スパイ映画とコメディ要素が絶妙にミックスされているのが特徴だな。スパイ映画なの？じゃあ、シュワちゃんは007みたいな役？そんな感じだな。シュワちゃん演じる主人公ハリー・タスカーは、表向きは普通のコンピューター会社の社員だけど、実は超一流のスパイなんだ。家族には自分の正体を隠していて、普通のサラリーマンとして暮らしているんだぜ。スパイなのに家族には秘密にしてるの？それってバレたら大変なことになりそう。そこがこの映画の面白いところなんだ。ハリーの妻ヘレンは、夫がただのつまらないサラリーマンだと思ってるんだけど、ある日ちょっとした誤解から、スパイの世界に巻き込まれてしまうんだ。一般人の奥さんがスパイの世界に入っちゃうの？そうなんだぜ。しかも、ヘレンは最初、自分が本物のスパイになったと勘違いしちゃって、思いがけず危険なミッションに関わることになるんだ。でも、
それがきっかけでハリーも本当の自分を隠しきれなくなって。って展開だな。それって、シリアスなスパイ映画っていうより、ちょっとコメディっぽいね。そうなんだ。シュワちゃんのかっこいいアクションと、奥さんとのドタバタ劇が絶妙に組み合わさってるんだぜ。ガチガチのシリアス映画じゃなくて、エンタメ性がすごく高い。なんだか楽しそう。でも、敵とかも出てくるんでしょ？もちろんだぜ。テロリスト組織が核爆弾を使ってアメリカを脅迫しようとするんだ。ハリーはその計画を阻止するために動くんだけど、そこにヘレンも巻き込まれちゃうんだよ。スパイ経験ゼロの奥さんがそんな危険なことに巻き込まれるなんて、無事に済むの？まあ、それは見てのお楽しみだな。でも、ヘレンも意外と肝が据わってて、アクションシーンでも大活躍するんだぜ。普通の奥さんがスパイの世界で活躍するのって、なんだか爽快感がありそう。そうなんだ。アクションもすごいし、コメディの要素もあって、最後まで飽きずに楽しめる。笑えて、燃えて、ハラハラできる、最高のエンタメ映画だな。第3位、パルプ、フィクション。さて、第3位は、パルプフィクション。タイトルは聞いたことあるけど、どんな映画なの？ 1994年公開のクエンティン・タランティーノ監督の代表作だぜ。独特なストーリー展開と個性的なキャラ、スタイリッシュな演出が特徴のクライム映画だ。クライム映画って、いわゆるギャングもの？まあそんな感じだな。でも、ただのギャング映画じゃなくて、いくつものエピソードが時間軸をバラバラに交差しながら進んでいく群像劇になってるんだ。それって難しそう。いや、むしろ会話が面白くて見やすいぜ。例えば、ギャングの殺し屋コンビ、ヴィンセントとジュールスの掛け合いは名シーンだらけだ。名シーンって、どんなのがあるの？有名なのは、ジュールスが仕事前に語る聖書の一節だな。めちゃくちゃかっこよくて、緊張感が半端ないんだぜ。聖書を引用するギャング。なんかすごくシュール。それがタランティーノ映画の魅力なんだよ。普通の映画では聞かないような会話が、めちゃくちゃ印象に残るんだ。なるほど。でも結局この映画ってどういう話なの？殺し屋コンビ、落ちぶれたボクサー、ギャングのボスとその妻、それぞれの物語が絡み合いながら、最後に一つの流れになっていくんだぜ。時間軸がバラバラなのに繋がるって、なんか面白そう。そうだぜ。カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した傑作だから、一度は見てほしい映画だな。第2位、平成たぬき合戦ポンポコ。さて、第2位は、平成たぬき合戦ポンポコ。ジブリ作品だよね？その通りだぜ。1994年に公開されたスタジオジブリのアニメ映画で、監督は高畑圭沙を、開発が進む日本の都市化と、それに翻弄される狸たちの姿を描いた作品だな。あれ、ジブリってファンタジーが多いイメージだけど、これは現実的なテーマなんだね。そうなんだ。舞台は1960年代の多摩丘陵。どんどん森が削られて、人間の住宅地になっていく中で、そこに住んでいた狸たちが人間に対抗しようと奮闘するんだ。狸が人間に対抗するってどういうこと？狸たちは昔から化ける能力を持ってるんだぜ。だから、人間を驚かせたり脅かしたりして、開発を止めようとするんだ。でも、時代はもう狸たちが簡単に人間を騙せるような時代じゃなくなってたんだよな。それって、結局どうなっちゃうの？人間の開発の勢いには勝てず、森はどんどん失われていく。狸たちは最後まで抵抗を続けるんだけど、結局は人間に適応する道を選ぶ奴もいれば、森を去る者も出てくるんだぜ。うわぁ。なんだか悲しい話だね。確かにな。でも、それがただの絶望で終わるんじゃなくて、ラストにはそれでも狸たちは生きていくっていうメッセージが込められてるんだぜ。そっか、自然と人間の共存って簡単じゃないんだね。まさにそのテーマを描いた作品だな。ジブリらしいユーモアと、深いメッセージ性が詰まった名作だぜ。第1位、スピード。さて、ついに第1位。スピード。これってどんな映画なの？これは1994年に公開されたアクション映画で、主演はキアヌ・リーブスとサンドラ・ブロック。監督はヤン・デボンだぜ。キアヌ・リーブスって、
マトリックスの人だよね？この映画も SF っぽいの？いや、これは純粋なアクション映画だな。簡単に言うと、時速80キロ以下になると爆発するバスを舞台にしたノンストップサスペンスなんだぜ。それってどういうこと？犯人がバスに爆弾を仕掛けて、速度が80キロを下回ると爆発するっていうルールを作るんだ。主人公の警官ジャック・キアヌ・リーブスがそのバスに乗り込み、乗客を救おうとするんだぜ。そんな状況でどうやって止まらずに走り続けるの？そこがこの映画の一番の見どころだな。高速道路を封鎖して走り続けたり、バスがジャンプしたり、とにかくギリギリの状況が連続するんだ。うわぁ。ずっとハラハラしっぱなしになりそう。そうなんだよ。しかも、途中で運転手が負傷して、代わりにサンドラ・ブロック演じるアニーがバスの運転をすることになるんだ。一般人がバスを運転するの？そう。でもアニーは起点を聞かせて、ジャックと協力しながら乗客を助けようとするんだ。めちゃくちゃ緊迫した展開だね。犯人は誰なの？元警官のハワード・ペイン。彼はかつて警察を辞めさせられたことを恨んで、この爆弾テロを仕掛けたんだ。そんな理由でこんな大事件を、どうやって止めるの？それは映画を見てのお楽しみだぜ。でも、最後まで息もつかせぬ展開が続く、90年代を代表するアクション映画なんだ。総評またはまとめ。いやー、1994年公開の映画って本当に名作ばかりだったね。そうだろ？アクション、サスペンス、ヒューマンドラマ、アニメまで、いろんなジャンルの傑作が揃ってたんだぜ。特にスピードとかパルプフィクションは、今見ても全然色褪せないって感じがしたよ。その通りだな。平成たぬき合戦ポンポコみたいに社会的なメッセージを持った作品もあれば、ブルーライズみたいにスカッと楽しめるエンタメ映画もあって、バランスが最高なんだよな。しかも、シンドラーのリストみたいに、歴史に残る名作まであるし、本当にすごい年だったんだね。まさに映画の黄金期って感じだな。この年の作品は、どれも時代を超えて語り継がれるものばかりだし、今見ても新たな発見があるぜ。よーし、まだ見てない作品があるから、このランキングを参考にしてじっくり楽しんでみるよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。